こんにちは。今日は、エルテレサの魅力について語ろうかなと思うんで、よかったら見てってください。よろしくお願いします。はい。で、今日なんですけど、もうみんな知ってるエルテレサ、エルちゃん大好きだと思うんですけど、そんな好きな曲っていうのをちょっと僕、なんとなく3曲紹介したいなと思ってて、ちょっとそれを今日は紹介させていただければなと思ってます。もうめっちゃいい曲めっちゃ多くて、で、エルちゃんって結構女子が好きなラッパーやと思うんですけど、いやもう全然もう35歳にもめちゃめちゃいいなと思うぐらい、リリック面白いんですよね。なんかもうそこが結構魅力かなと思うんで、ちょっとその辺も結構喋れたらなと思う。曲としても面白い。なんか他のラッパーにはないユーモアさみたいなのが結構あるし、やっぱりなんかヒップホップとか聞いてると、男のなんていう強い感じとか、ああいうのも、もちろんいいねんけど、なんていうか、エルちゃんすごいとか言ってやっぱオリジナルっていう感じめっちゃするよね。それがなんかすごく、なんかユーモアのセンスがあるし、でも結構ちゃんと韻も踏んでるし、すごく聞きやすいし、で、あとラッパーの大事なところとしてやっぱキャラみたいなところも結構強く、あるから、なんかそれもすごい面白いなとは思います。はい。なんで、今日はちょっと好きな曲ちょっと語ろうかなと思います。はい。で、1曲目なんですけど、このアルバムね、ヤンギンシーズン2の、グッダイヤングっていう曲。これがめちゃめちゃかっこよくて、すごい好きですね。で、このアルバム自体は、確か、もともとインディーズで多分活動してて、で、1個前のアルバムがメジャーアルバム、ABEX からアルバム出してて、結構 ABEX からやっぱりメジャーで出してるアルバムやから、結構綺麗にまとまってるっていうような感じのアルバムやった気がします。で、その後に、これ自体は多分メジャーで出してなくて、もともとおったレーベルのところかな、出してるような感じで、めっちゃトラップ的な感じで、メジャーの感じでは出せへんような、結構強いアルバムというか、ちょっと語彙力あれやねんけど、なんか、ラップとしてちょっと尖ってるような感じがするようなアルバムでしたね。で、この曲、O3 とかでもパフォーマンスしてたから、結構知ってる人多いんじゃないかなと思うんですけど、もう単純にラップがうまいっすね、この曲。で、リリックとかもあれなんですけど、2バース目のフローがめちゃめちゃ良くて、そこにもう、うわかっこええやばーみたいな、もう聞いてて、もうゴンフィンが上がるような、おうみたいな、フローとかやったんで、もう単純にラップうまいなと思って、この曲、どこからかっていうと、こっからの、なんていうフローの流れの感じ、いや、めちゃめちゃかっこよくて、好きっすね。いや、なんだろうな、やっぱ、このアルバムっていうのはすごい俺的にはいいなと思いました。はい。結構喋り始めると意外と、難しいなと思ってす。喋るむずいっすね。次紹介する曲は、TP で、出してた、これ4曲ぐらいの、EP なんですけど、これの最後の曲のニモっていう曲がめちゃめちゃ好きで、もうこれに関してはなんか、もう曲の作りも、結構他の、俺が知らんだけなのかもしれへんけど、なんかすごい珍しい感じで作ってるなと思ってて、で、何がすごいかと思ったんが、フックが、もう、最初バースかなと思ってたけど、聞いたとき。でも、ちゃんと聞いたら、バースが、24、フックが24小節あって、で、バース16小節のまた、フック24で終わるっていう、こんなんあんねや、こんなんありなんや、とか思って。なんかそれがすごい面白かって。で、そのフックというか、フック自体も、8小節ずつぐらいでなんか展開があるみたいな感じで。それがまず、こんな曲あんねや、みたいな。そこまずびっくりしたっすね。
で、まあ、この曲に関してはもうすごいリリックが好き。リリックが好きすぎるっていう感じ。まず、まあ、エルちゃんのこの、なんていうの、曲聴いてると、こう、すごいなって思うのは、まあ、すごく情景がなんか、こう想像されるというか、なんていうの、帰りの車変わる天気予報って言われて、まあなんか、変わるっていう、なんか天気悪くなったんかなって。なんか、この言い方やったら良くなるっていうよりか、なんか悪くなったような感じから始まっていく。で、部屋の、なんかなくなるあなたの荷物、別れたんかなんかあったんや、みたいな。まあそういうところからこう始まっていって、まあ、まあなんかもうそこからのリリックが、なんかすごい仲いいカップルやったんかなみたいなのがこう、すごくこう、イメージが、情景が浮かぶというか、そう。で、まあ、基本的にこう、エルちゃんの曲とかって、こう強いリリックとかが結構多いかな。まあなんていうんかな。リリックは面白い。パンケーキみたいにこう、お金を積み上げていくみたいな。なんか面白いよね。と思ってて。で、まあ、そういうこう、結構強いところとかっていうのも結構曲でも出してるねんけど、このリリックでは、行こう海外狭いエコノミー二人のこと誰も知らない世界で。そうなんみたいな。エコノミーでどっかこう逃避行的な感じも、なんていうん、こう、出してて、みたいな。そうなんや、みたいな。で、なんかかっこいいね。そっからもなんか右向け右なら左行きたいっていう、まあ、性格がまあ、他と一緒は嫌みたいなところもすごい出てるし。で、まあ、なんていうかな、もう、TikTok とかで見てたりとかしたら、ここの最後のフックの最後の、もう一度名前を呼んで L って、歌ったら、女の子たちが L って言うん、あれ、いいですね。次、まあちょっと3曲ぐらいを軽くざっと紹介しようかなと思ってたんで、次、ゆかこ EP。この前出した新しい EP ですね。3月に出したばっかりかな。3月に出した EP なんですけど、まあ、この中の、野良猫っていう曲なんですけど、これがめちゃめちゃ、良くて、これがめちゃめちゃ良くて、なんていうんかな、まあ、俺ら世代とか言ったら、まあ、恋のマイアヒとかって結構流行った、なんか海外の曲みたいな。しかもまあちょっと流行ったって言っても、こうちょっとネタ的な感じ、なんか2チャンネルとかでも流行ってたのま猫みたいな、まあそういう2チャンネルで流行ったムーブメントみたいなのがあってんけど、まあその時に流行ってた曲みたいな。で、まあヒップホップ的には、その何年か後とかに、TI っていうラッパーが、まあこれをリアーナと一緒にリミックスみたいな感じで出してたことも、まああって、まあやってる人とかはおったのかなと思うねんけど、まあこのタイミングで今マイヤヒをやるみたいな、ね、何年前みたいな。まあ俺が高校生ぐらいの時やったから多分17、8年ぐらい前。そうやね。曲自体も2003年とかの曲やもんね。これ前。そう、それを出してて、で、まあ言ったら、まあ選んでるこの曲の元ネタの感じっていうのは、どっちかっていうと、こうちょっとネタ寄り、こう、な感じやと思うよね。でも、なんていうかな、曲的にこうかっこよくて、で、なんていうの、YouTube とかのこの曲のコメント欄とかも、なんか泣けるみたいな。いや、泣ける元ネタとかじゃないし、そういうはずじゃないねんけど、なんかでも確かに、こうリリックとか読んだりとか聞いてたりすると、なんだろうな、この、まあちょっと、いいな、みたいな、来るところがやっぱりあって、で、曲自体はまあ私のラネコですよ、みたいな感じなんやけど、なんやろ、このリリックが、こう、今までのところからやっぱり一個進化してて、こう、なんやろ、仏教的というか、こう、悟り開いてる人のなんか曲みたいな感じがすごくあって、こう、エルちゃんってこう、今までこう、女の子がなりたいような、こう、アイコン的な感じの曲っていうのが多かったと思うねんけど、今回これに関して言うと、まあそのエルちゃん節みたいのは、今もあんねんけど、なんていう、例えばもうフックとかで、
今のままがいい、いいも悪いも合体っていうか、なんか、この言い方、まあ、同じこと、ようなこと言ってる人いるけど、なんか、いいも悪いも合体っていう、なんか、この合体っていう言葉の可愛さみたいなとか、富士市工場地帯みたいな、こう、地元のラインとか、こう、結構リリックが、飛んでるねんけど、なんかそれが、こう、破綻してないというか、なんか、こう、ちょっとずつ、こう、イメージを、こう、させるようなリリックというか、すごく、なんかすごい日本語やなと思う。で、なんていう、無理、もう頑張らないとか、次行く私次第。なんていうかな。次行くのも、で、なんとなくこう、頑張るっていう感じじゃなくて、頑張らずに行くっていう、なんていう、自分らしく行きますよ、みたいな感じ。これは、そらみんな憧れるよなと思うよね。で、なんかここでちょっと新人になったかなと思ったら、いや、月一、やだ歯科医院って行く。歯の矯正行ってるから多分、いや、歯医者さん行ってるっていうところも行くし、兄弟ニコニコさ、みたいな。2個の差があんねや、みたいな。そう、こういう風に言ってるけど、こう、彼氏のあそこのテントみたいな、ちょっとこう、パッと下ネタ入れて、こう、真面目になりすぎんように、こう、落としてくるというか、なんかそこがすごいバランス感覚やなと思ってて、このバランス感覚は俺結構、なんていうかな、今は清志郎とかの曲に近いというか、清志郎の付き合いたいっていう曲があんねんけど、なんかあれの、なんていう、こう入ってくる下ネタの塩梅というか、真面目な話してる、いや、考えすぎやで、みたいな。そのなんていうバランス感覚っていうのがある感じがして、めちゃめちゃバランスいいっていう、すごい。で、フックの最後のところが、光る星ない天井っていうか、なんかもう、天井っていうのが、なんていうんかな。Google で検索すると、そう、仏教的な用語らしくて、天井って。でも、そういった意味で言ってるのかちょっとわからないけど、なんていう、言ったら天国みたいな、そういうニュアンスやけど、でも、なんていうか、そこは、真の幸せはないみたいな。なんかそういうニュアンスらしいねんな。で、そのニュアンスの中で、なんかその後に、天井には星がないっていう風なところでこれをフックを締めてるところ。いや、でも、なんかな、ほんまにこう悟り開いてるんちゃうかな、みたいな。そういう感じ。この EP の1曲目のところとかでも、最後から2番目かもこの EP とかって言ってて、いつまで続けるか分からへんみたいな、ニュアンスやと思うねんけど、でもなんていうん、このリリックの中では、私まだ見てたいみんなの笑顔ってなんかすごいこうファンに向けて、こう、なんていうん、こう、言葉を出してるような感じとかっていうのも、すごくいいなと思ってて、やっぱりほんまに、エルちゃんのファンってほんまになんかいいファンやなと思って、ほんまになんか、そのコメントとかでも、もっと続けてとかじゃなくて、でももう自分のペースでやってみたいな、その感じ。なんかすごいこう、アーティストのことを考えて、気使ってこうやってる。だからそれぐらいこう、存在してるだけでありがたい人みたいな感じになってるんかなとか。で、この、ほんまにこの曲すごいのが、エルちゃんの Vlog とかでも、ちょっと言ってたけど、パンツに挟まってたティッシュ、それもアクセサル光る BBS って、これやばすぎるよね。いや、ほんまに、やっぱり、ここのリリックがすごい、ヒップホップ的になんか、かっこいいなと思ってて、めちゃめちゃ、何かっていうと、ライブ前にこうトイレに行って、ティッシュが挟まったままこうライブしてしまって、インスタとかにもこう TikTok とかに上がってるらしいねんけど、それをなんていう自分でこの回収の仕方、いやもう挟ってんのも私の最高のジュエリーやもみたいな、そのニュアンスとかがそんな言えるみたいな、めちゃめちゃショックやって、恥ずかしかったと思うし、でもそれをこうなんていう、こうポジティブに、しかもユーモアを持って言えるって、ほんまにすごい。なんか、このなんていうマイナスのことを、なんて包み隠さず、
プラスに変えて言えるっていう、なんていうの、そこももう無敵やんみたいな。なんかマイナスプロモーションとかじゃなく、もうそこを持っていけるって、やっぱラッパーっていいよなーって、この曲はほんまに思いましたね。なんやろ、やっぱところどころこう切ないこの、なんか楽しそうな曲やのに切ない話、友達チャリ恋で離れていくとか、なんていうん、パパと踊ったビリー・ジーンみたいな、窓を鏡、パパと踊ったビリー・ジーンみたいな。なんやろ、この、まあその家族のこととかも、こう、そういう、なんか情景が浮かぶ、家族の関係とかも情景が浮かぶみたいな。なんかすごい、すごいこの曲はめっちゃいい。なんかな、ほんまに、まあサンプリング元がマイヤヒやから、こう、なんかこう、狙いすぎというか、っていうような感じがせえへんっていうのは、もうこれはすごい。まあ特に今回の EP は多分、まあ、レーベルが変わったんかな、なんかキャンティーンっていうところから多分今一緒にやってるらしくて、まあなんかそこの、まあそこのチームと、まあすごくいい感じにやれてるんやろうなっていうのがあるんで、なんか見えるんで、まあほんまに今の時代こうメジャーに行かんでも、こう、いい動きっていうのができるから、まあ、そこはすごいいいなと思いますね。ちょっと、なんかまあちょっとまとまりなかったんで、めちゃめちゃ好きなんですよ。とりあえずエルちゃんめっちゃ好き。もう、いろんな曲、結構やっぱ、曲も出してる曲すごい多いし、なんかその辺も、すごいね。まあとりあえずやっぱすごく魅力的ですね。キャラも面白いし、でもなんかもう、そう。でも曲がかっこいいっていうのがあるんで、まあちょっとそれを喋りたかったです。ありがとうございます。